こんにちは。以前の動画で何度かお伝えしておりますが、私は2022年の11月中旬からワーキングホリデービザを使ってカナダのトロントに留学に来ております。で、今撮影しているのが2023年の1月14日なので、だいたい2ヶ月が経ちました。で、私はもともとホームステイといって現地のカナダ人のご家庭に住まわせてもらうといった感じで暮らしてたんですけど、1週間ほど前に退去して、で今シェアハウスで生活をしております。ちなみにこの T シャツはもともと日本で勤めていた会社で送別会を開いていただいて、先輩方にもらった T シャツで、今でもこうやってよく着ているので、元気でやっております。ということで、よろしくお願いします。ここが私のプライベート空間です。ベッドがあるいわゆるベッドルーム、寝室ですね。ここに棚があって、いろいろ小物類を置いたり、あとは必要かわかんないんですけど、一応何かあった時のためにネクタイも持ってきております。で、あとは机があって、ここの机で勉強したり、パソコン作業をやったりしております。で、ここは、机とか椅子とか、ベッドはもともとついてるんですけど、こういった布巾とか、鍋敷きとか、こういったものは自分で買いました。どこで買ったかというと、こっちにもドララマという、日本でいうダイソーとか、キャンドゥでしたっけ、100均みたいなところあるんで、あとセリアみたいな、そういったところでだいたい一通り揃えてます。ここに地味にこう鏡があるのが割と嬉しいです。で、ここにクローゼットというか、ハンガーをかけるスペースあって、ここも一応ハンガーがかかります。洗濯物はこの IKEA の袋に入れてます。あと奥にいろいろタオルとか、下着類とかしまったり、スーツケースも奥に入ってます。ホームステイの息子さんがいるんですけど、私より年上の30何歳のその方がクリスマスプレゼントにくれたブルージェイズの、膝掛けブランケット、これもすごいありがたいですね。で、続いて水回り。これは速乾性タオルで、これ私旅行の時によく持って行ってたんですけど、でこれは体を拭く、シャワーの後に体を拭くように使ってます。もうバスタオルはあんま使わないですね。もうちっちゃいタオルでも拭けるんで。で、私がこの物件を決めた、一番と言ってもいい理由は、自分の部屋、だからここからここについてるんですよ。このトイレとシャワーが。これがね、もうすごいありがたいですね。このホームステイして思ったんですけど、やっぱりシャワーとかトイレが共用だと、どうしてもね、気使っちゃうんですよね。あとはめっちゃトイレ行きたいって時に他の方が入ってたら使えないっていう事故もたまにあるんじゃないですか、多分。だからここに自分の完全にプライベートなシャワーとトイレがあるっていうのはもう一番決め手になりました。すごい嬉しいです。で、ちゃんとここのオーナーの方が綺麗に掃除してくれたので、非常に洗面台とかトイレ、シャワー全部綺麗ですね。ドライヤーも日本から持ってきたやつが使えるとか使えないとか、いろんな話があって、よくわかんなかったんで、一応持ってこないで、これはこっちの現地で Amazon で3000円ぐらい、2500円かぐらいで買ったやつですね。アメリカ、カナダ対応のやつだと思います。どうなんだろうな、日本で持ってきたやつも使えるやつは使えると思います。で、あとは、こっちは乾燥が結構、寒いのと乾燥が結構ひどいんで、ニベアは必需品ですね。で、マスクも一応日本で大量に持ってきました。マスクはね、カナダは意外とマスクしてる人いますね。体感だと4割、5割はいかないまでも4割ぐらいの方はマスクしてるイメージです。特に地下鉄とかバスの公共交通機関だと割とマスクしてる方多いですね。続いて共用部分をご紹介いたします。ここが玄関兼キッチンです。で、冷蔵庫もあって、私の他にもう一人ルームメイトがいらっしゃるんですけど、キッチンと冷蔵庫は2人でシェアしております。で、特殊な空間になっていて、もともと1個の大きい一軒家なんですけど、私とそのもう一人の方が住むこの空間だけ別の区画になっているそうです、家の中で。で、電子レンジとトースターと電子ケトルはもともとあって自由に使っていて、で、この炊飯器は私が結構お米炊いて料理したいって言ったら、オーナーの方が買ってくれました。もうありがたいですね。で、やっぱ2人シェアなんで結構収納スペースがたくさんあって、いろいろゆとりを持って収納できます。このメープルシロップもホームステイでホストマザーがプレゼントで買ってくれたものですね。で、当然、こういった洗剤とかスポンジとかは自分で調達する必要がありますので、先ほど言った100均みたいなドララマで買ってきました。で、もう何度かお米炊いたので、こういった冷凍ご飯したり、上が冷凍庫で下が冷蔵庫ですね。一応もう一人の方とシェアしてるので、自分の分だけ一応移すんですけど、マーガリンとか変な牛乳みたいなやつとか買いました。あとはカレー作ったんで、鍋に入れて冷蔵してます。で、あとこのお米なんですけど、何がいいかなと思って、やっぱアジア系のお米の方がいいのかなと思っていろいろスーパーで見たんですけど、このエジプト米っていうのが、もともとこのエジプトのお米ってルーツが日本米らしくて、かなり日本のお米に味も食感も似ているのでおすすめです。だいたいいつも朝ごはんはここの共用部で食べて、夜ご飯とかは自室で食べることが多いですね。
もう本当に居心地よくて今のところ最高です。じゃあ外に出ました。こんな感じで本当にここがそのお家のスペースなんですけど、この我々のところだけなんかこんな奥な別の入り口から入るようになってます。ちなみに奥の扉の中に洗濯機があります。家出てきました。今日は青空もあって、割とトロントではいい天気ですね。もう本当に冬のトロントはもう全然晴れの日がなくて、結構鬱になる方が、鬱っていうか気持ちが沈む方が多いみたいです。で、何日か前に雪が結構降ったので、こんな感じで多少は路面に雪が残っているという状況です。今の気温は調べたらマイナス10度ぐらいらしいので、かなり寒いです。で、ちなみに私がさっきのシェアハウスをどうやって見つけたかというと、e メープルというカナダに住んでいる日本人向けの情報サイトみたいなのがあって、でそこに物件情報が掲示板にいろいろ出てるんですよ。何々駅徒歩何分、家賃何百ドルですよみたいな。それで自分でメール送って、アポイント取って内見してって感じで、契約になります。だいたい1ヶ月目は1ヶ月分の家賃とデポジットで、最後の月にそれが使って退去するみたいな、そういったものを払って、実質2ヶ月分払って済むことになります。日本と違って敷金礼金みたいなのはあんまないですけど、だからシェアハウスだからなのかな、それは。だからもしかしたらちゃんとしたアパート一室みたいなのを借りたらそういうのもあるかもしれませんが、日本人が留学とかで来てシェアハウスに1年とか数ヶ月住む分にはそんなに手数料みたいなのはかかんないです多分。でやっぱりオーナー中国人の方なんですけど、結構物件持ってらっしゃる方なんですが、基本的には日本人しか住まわしてないそうです。というのもやっぱり日本人は礼儀正しくてお家をきれいに使うので結構人気らしいですね。だから日本人専用の物件っていうのも結構私は目にしました。でここにあるのがちょうどさっき言った100円ショップドララマですね。100円ショップといってもほとんど基本的には200円300円の商品ばっかなんですけど、イメージで言うと、100円ショップみたいなお店です。私が暮らしている街はさっきあそこにドララマという100円ショップみたいな店もありますし、あとそこにもスーパーがあったり、ちょっと行ったところにも中型商業施設みたいなのもあるので、結構暮らしやすいですね。結構高いマンションもいっぱいあるな。本当に今日いい天気だ、珍しいですよ本当にこんないい天気なのは。っていうかいい天気だから今日撮影をしようと思って外に出てきたわけですけど、私一人でトロントに来て特に週末の予定とかもないですし、今日土曜日なんで一日中家にいようかなと思ったんですけど、さすがに1ヶ月以上 YouTube の更新がないと、ちょっと良くないかなと思って、せっかく天気もいいからなんか撮ろうと思って、出てきたわけです。ここにジムとスーパーとドラッグストアが入った商業施設があります。であそこ奥に CN タワーが見えてます。トロントのランドマークである CN タワーが見えるので、私の家の近くは、割とダウンタウンに近いですね。もともと住んでた、ホームステイしていたお家はバスと地下鉄乗り継いで1時間ぐらいダウンタウンまでかかったんですけど、今のお家は地下鉄で30分ぐらいで着くので、結構近づいて便利になりました。で私の学校もダウンタウンにありますし、学校終わりによく行く図書館もダウンタウンの近くにあるので、だから地下鉄で 2,30 分ぐらいで着くので、そういう意味では非常に助かってます。家の近くから30分ぐらい歩いてきました。でも寒すぎて GoPro がねもう電源つかなくなっちゃいましたね。もう寒さに弱いです。でこの今使ってる私の iPhone もこれ 10S で結構古いんで、そういう理由もあるんでしょうが、寒すぎて iPhone もちょっと調子悪いです。でちょうどあそこにあるなんかお城みたいな建物、あれがねカサロマっていう昔の古い邸宅です。このカサロマは1914年だから東京駅と同じ年ですねに誕生した昔の100年前のカナダの大富豪の豪邸らしいです。今はなんか博物館かなんかになっていて、実際こうやって今日土曜日なんですけど、たくさん車が止まって多分観光に訪れている方が大勢いらっしゃいます。自分家から徒歩圏内にこんな立派な建物があるなんてとても嬉しいですね。また散歩でちょくちょく訪れようと思います。内部は入場料を払って見学できるそうなんですけど、今日は寒すぎるのでやめておきます。またゆっくり行きます。カサロマは少し高台に立っているので、このダウンタウン方面へ続く道路が一望できます。そしてもちろん CN タワーもあそこにバッチリ見えてます。今回は私がトロントで生活しているシェアハウスとか、どういった街なのかとかいうのを軽くご紹介する動画でした。ちょうどぐるっと一周する散歩コースにカサロマ、今みたいなカサロマとか、あとあっちの方ちょっと行ったらコリアンタウンといって韓国のレストランとか、あとは日本の食材もたくさん売ってるアジア系のスーパーとかもあるので、日本人の私としては非常に暮らしやすいエリアです。ということでまた30分ぐらい歩いて帰るんですけど、もう寒すぎるので暖かくして休憩しようと思います。ということでこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。